はい、こう並んでいたら、これですね、取れるのは。ここら辺はもうちょっと待ちたいですね。これでいったら、この2つ。よいしょ。もうね、取れすぎると、なんか、もうここまで取れちゃうと、収穫が大変だなという気持ちがちょっと出てきますね。で、こうやって虫に入られたものはですね、別に避けて、これそれに投げずにですね、ちゃんとゴミ箱に処分します。上から網をかけたんですけど、ちょっとね、まだまだ甘いところがあるようでね、難しいですね。あ、こうすごい。こう見えて、ものすごい数ですよ、これ。今年は本当びっくりするぐらい取れてますね。あ、また虫に食われてる。うちではですね、食べきれないので、一旦ですね、よく洗った後に冷凍して、そして朝ですね、冷凍したまんまヨーグルトに入れて食べてますね。もうこれは買わなくてもいいぐらい取れてると言えると思います。よし、どうでしょうか。首の後ろが熱いです。日傘をね、持ってくるべきでしたね、これね。一粒一粒見てですね、まあ10粒ぐらい虫食いがあったので、全部ね、それを、外したので、これで、乾燥させてから、冷凍ですね。おーちゃん、これ食べれないよ。おーちゃん、ブルーベリーだよ、これ。ダメだよ。はい、結局ですね、次の日も、窓頑張ったんですけど、ダメで、塗装までしたんですけど、なんかやっぱり手作業だとね、ガタガタしちゃって、で、今日ですね、結局トリマー使って、また頑張りました。最初は 2.5 ミリしか溝がなかったんですが、今はもう8ミリぐらい下がってますね、結局ね。これが正解だったようです。で、これからまた外して塗装してって感じなんですが、一つですね、紹介したいものがあります。モバイルのブロワーですね。モバイルなんで非常に便利なんですが、これがですね、100V の方の、親玉ですね。ブロワーです。で、こういうものがあります。はい。で、これこっちで吸えるんですが、ここのにもね、いいものがあって、ね、ほんとね、牧田さん、こういうのも、つけてくれてました。はい。こうすることでね、掃除機になるんですね。これ、ほとんど使ったことなくて、今使ったら本当便利でね、なんか、これもこれでね、欠かせないなと思いましたね。これで。すごい強いんですよ。で、家の掃除機使うと嫌じゃないですか。木くずとか壊れちゃいそうだし、すぐ詰まっちゃうし。で、これだとね、安心して、ここにね、もういっぱい溜まってますよ、木くずが。ちょっと見た目がすごい異様ですけど、力はすごいです。これもね、いただいたもので、本当にありがたいですね。いろいろ便利に使わせていただいています。ありがとうございます。はい、こんにちは。前回ですね、網戸を付け終わったところなんですが、もうとっととね、壁を張りたいんですけど、日差しをつけないと雨が吹き込んでしまって大変だということに気づいてしまったので、今日も窓の方をやっていきたいと思うんですが、廃材だけでやるということが前提でやっていくので、あまりいいものにならないかもしれないんですが、ただですね、一つだけこだわった点、やっぱりこういうね、水切りなんですけど、こういったものだけは買いました。これがあるだけでね、水の侵入は防げると思うので、ここだけはね、ちょっとこだわりました。これを使います。で、これちょうどね、窓、ちょっと大きいんですけど、両端の加工、こういった加工はちょっと真似できないので、こういうとこですね。加工は真似できないので、これは切らずにですね、そのまま全部使ってしまおうかなと思っています。これをね。
ドーンと。両端にまあまあ出てしまいますが、まあまあこんくらいだったらいいのかなと思うので、こう使いたいなと、そういったことを考えながらですね、なんかこう、なんていうんですか、逆算していって、うまくやっていければいいなと思っています。お、入った？ぴったりか。もうちょっと広くてもいいかな。はい、こんにちは。今ですね、絶賛トラブルの最中なので、その説明をね、していきたいと思います。これは結構 DIY でやっていく、リアルなところかなと思うので、ちょっとね、ここは聞いてもらいたいなと思います。まずですね、この上にひさしをつけなくちゃいけないなということになったので、このブラケットを持ってきました。で、ここに打ちたかったんですが、この金具がね、あるんで、つけられないなとなったんですよね、まず。そのために、こういった、木を作りました。というのもですね、この壁に打つことっていうのは、後ろに、芯材っていうんですかね、柱がないので、一旦こういうのを持ってきてですね、貼って、その上でつけていく必要があります。なので、これを持ってきたんですよね。で、昨日はここまでできてよかったなと思ったらですね、見てください、この網戸。当たっちゃうんですよね、これ。いや、もうダメだと。で、まずこうなってしまったので、じゃあ、ということで、今からやることはですね、この金具外して、もう一度外してですね、ここで切って、で、このブラケットをつけられるようにしたいと思います。ただそうするとですね、ここの網戸が開けられないっていうトラブルは変わらないんですよね。ということで、残念なんですが、一般家庭のようにですね、片っぽ寄せて、で、片っぽ網戸を半分にした網戸ですね、こっち側にするみたいな形になるんですが、今のままだとですね、隙間がね、もうこんなに今のままだと開いてしまうので、このレールはですね、この内側に、ね、止めることになると思います。ちょっといろいろ変更があるんですけど、ちょっとしょうがないですね。こうやっていろんなところで時間がかかってしまうということがあるので、ね、やっぱり段取りは大切ですね。はい。さあ、どうだ。こんなもんかな。もうこれ以上は厚みがないから。いいね。
しょ。だいぶね、時間が来ましたが、ちょっと見てみようと思います。これは曲がっていた木ですね。木の棒が曲がっていたので、水に浸して、これでまっすぐにね、伸ばしてましたね。本当にまっすぐになったのかどうか。いや、今年は暑いですね。よし。さあ、緊張の瞬間です。いきますよ。わ、すげえ。ピッタピタ。横から見るとどうでしょうか。隙間が全然ないんじゃないでしょうか。いやー、やりましたね。ここかな、この子だったのかな。へえ。ここだけはね、ちょっとないので、作ったやつなんで、ちょっと不格好ですが、まあ、こんな感じで付けられたらいいのかなと思っています。あ、これはね、よいしょ。これ入れて火鉢ですね。